広野ダムが出てまいりましたけども、この左なんですけども、行けるのかな。わーい、通行止め。冬季間通行止め。行くぜ。そしてこのまっすぐもな行きたいんだけどね。うそん。ここで通行止めなの？ネタ終了。マジか。うそん。じゃあ、しょうがない。こんばんは、フェマールでございます。今回は、本来は別なところへ向かうはずだったんですけども、なんというか、道が通行止めであったので、急遽その辺を探したら、なんかここに微妙なラインの道があったんで、そちらの方を訳も分からずやってまいります。よろしくお願いします。またか今日はダメだね。ここも通行止めでございますわ。残念でございます。おやすみなさいませ。フェマールでした。ありがとうございました。ということで、適当に見つけた脇道を片っ端から入っていこうという作戦です。さあどうだ。どこへつながるか分かりません。ぶっつけ本番でございます。残念ながらめちゃくちゃ良さげな林道ではありますけども、九遊林道につき無断入山山菜採りを固く禁ず。おしさまの里八重と書いてあります。おしさまってなんだ？獅子舞のことを言ってるんですかね。これこれですね。南越前町の林道カシオ線って書いてありますね。別に入ったらあかんって書いてある。なんか道なのかこれ、本当に。でも林道って書いてありますからね。なんかやってる。行かねえ。向こうでなんかやってるわ。残念。道塞がれてる。いい入り口しちゃったんですけどね。村の方がなんか道塞いで作業してるんで、お邪魔なんでやめときます。でもこうやってちょっと走るだけでこういう道があるってのもすごいよな。これか。邪魔しますよ。新井集落かなとなりますね。なんかこの辺りもなんか水害の跡があるような気がしますけど、気のせいかな。ちょっと路面が茶番出るとこ見るとやっぱなんかあったのかなって気もしますね。だから行けないかもしれないね。林道新井線です。無断入山禁止。これより先許可なき者の立ち入り禁ず。ありがとうございます。これはもう一括で許可を取らないといかんな。新井集落でした。ありがとうございました。結局のところ山菜をね勝手に取っていく人がいるんですよ。要するにおそらくそういう方を警戒しての入山禁止なんかなとは思うんですけども、といってもね、やっぱああやって書いてある次第ではやっぱり勝手に入っちゃいけませんからね。ちょっと収穫なしで帰るのは無理なんで左へ曲がってみましょう。左曲がったところで何もないんだけど、この学校だよね。この学校入ってみたいな。なんか右に道があるぞ。道あるけど、この辺りってめちゃくちゃこの水害でもう土砂崩れやら未だに
この川の水が濁ってますからね。行けたとこで多分なんか土砂崩れでダメな気はするけど、ちょっと見てみましょうか。でもこの縦札って林道の跡なんだよね。林道の縦札なんだよね。だけどね、ほんとここ水害がひどかったとこだから山崩れしてると思うんだよね、おそらく。あまり期待はしないでおきましょう。ほら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 速攻じゃんっていう感じなんですよ。もうほんとね、この地区はもう本当にこの水害でもう壊滅的っていうわけじゃないけど、林道なんかも悲惨な状態になってると思うんですよね。ちなみにこの右は何だろうね。これは何だろう。なんかここはなんやろ、ちょっとのけてある感じですね。ひどいけど、もうほんと水害で荒らされた後を重機かなんかで直した後でしょうね、これね。ひでえひでえひでえ。ちょっと悪路がひどいぞ。行けなくはないけど、きついかな。あれ行けんかな。これはこれはちょっと無理だな。やめる。ひどい状況。よいしょ。一応切り開いてはくれてあるんですね。これ森林作業路かな。でもボッコボコやもん。だからかろうじて通れるようにしてくれてるだけであって、これはもうその重機でやってなかったらとても通れる状況じゃなかったんですよね、これ。これはマットだね。ちょっと大丈夫かな。スコップあるね。谷川の
道だからね、もう正直これ完全に埋まってたんでしょうね、これ多分。よいしょ。それでもここを通そうというか、一応通れるようにしてるっていうのは何か意味があるのかね。ちなみにマップ上には載ってない道ですね、これ。もしやすると上に送電線があるのかな。そうじゃないんか。ちょっとこの岩はやばいか。いけるか。ちょっとやばそうやな。まあ無用な心配は取り除くべきですよ。こんなもんはこんなパンクしたらもっと時間かかってもらうからね。これもちょっと取るか。なんだろうね、これはどっちかっていうと重機が通った後なんでしょうね、これ。車が通った後ではなさそうやな。ここまでかな。ちょっとひどいね。ちょっとこれはひどいな。ちょっと最近ないひどい道ですね。よいしょ。これはちょっともうはい、降りてみましたけども、まあまあ行けなくはないんだけど、何分ね、この先の大雨のこの土砂災害によっていうか草広もあるしボコボコがひどい。ちょっとソロ活動なんでここでやめますね。でこうやって路面がこうえぐれてるんですなあんまり危険なことできないし。これなんだよ、跡形もなく分かりませんね。はい、これで分かったら1万円あげません。メーター見ればだいたいヒントになるね。分からない。いいね、このラジオのね、このプッシュ型のチューンにあればね、すごいですよね、これね。いつも思うけど、なかなか理にかなった仕組みです。なんだろうね。ダイナかタイタン、日産でいうとなんだっけ、アトラスか。でもこの頃アトラスなんじゃないか。わかりませんね。ハンドル見るとね、マークついてるもんなんですけど、まあ余談ではありましたけども、このようにまあね、ここ多分ね、一応重機あそこまではなんとか入ってたんだと思うんですよ、おそらく。ただここから先はもうこれ重機入ってない感じですよね。なんでまああそこがリミットっちゃリミット。これはね、まあリフトアップしたジムニーさんぐらいなら行くんかもしらんけど、私はそこまでは行きませんので。ここはもう道じゃないね。で結果的にこの川がこの土石流というかドゥワーッとこの石が落ちてきたわけですよ。
でまあこれはさすがにもう行けないですよね、ここね。それぐらいひどい道だったんですよ。まあマウンテンバイクで来られるならまあいいんじゃね来れなくはないかなと思うんですけど、この先はその川沿いではないので、ここから先はまだ石で崩れてるわけじゃないですから、まあ自転車の方なんか来てみたらどうですかしかし爪痕がすごい。ここはバックでちょっと戸川できねえ、戸川っていうのか、この川を渡ることはできませんね。帰る前にここで U ターンしますわ。いや見えないんですよね、車両感覚。俺下手だから結局これができるから K の4区はいいんだよね。ということで、国道365号線に出てまいりますね。今もなお今城地区、このように大雨被害の痕跡めちゃめちゃ残っております。そして林道なんてとてもじゃないけど、今みたいにどこの林道も激しく崩壊、今みたいにもう石が流れている状況となっておりますんで、なかなか大変ではございます。未だに復興で大変かもしれませんけども、南越線所の方々皆さん頑張ってください。本当にもう本当にこれぐらいしか言えないですけど。で最終的にちょっとこの惨状というか見れましたし、この最後にこうやって楽しいったら申し訳ないけど、そうやって荒れた道を探索できて、その先がどうなってるかっていうのは分かったんで、よしとしましょうということで、今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フェイマルでした。ありがとうございました。それではまた、バイバイ。チャンネル登録お願いします。